今日は収穫した最後の玉ねぎを使ってチキンカレーを作ります。家族4人前で大玉2つを使います。次に鶏肉 400g、 おいしい脂が出るもも肉をおすすめします。収穫したトマトは全部食べちゃったので、今回は市販のトマトジュースを使います。これを使った方が時短にもなるし便利です。次にホールスパイス4種類使います。上からシナモン、八角、クローブ、そしてカルダモンです。油で熱して香りを抽出していきます。パウダースパイスです。右からガラムマサラ、そしてクミンパウダー。4人前だったらそれぞれ大さじ2杯ずつってところです。早速作っていきます。まずは玉ねぎを乱切りにします。これくらいの大きさに切って、次にプロセッサーでみじん切りにしていきます。愛用のプロセッサー、もう10年くらい使用しています。パンパンに入れすぎると刃が回転しなくなるので、ほどほどに。これくらいの大きさで良いです。玉ねぎの食感も感じられて美味しいです。玉ねぎをバターで炒めていきます。バターはこれぐらいの大きさ、少し多めの方がまろやかになって美味しいです。玉ねぎを投入。私はわざわざ時間をかけて玉ねぎを飴色になるまで炒めません。玉ねぎの辛み成分と水分を飛ばせば甘み成分が残って相対的に甘くなるからです。だから私は時短のため最初から強火で炒めていきます。そうすることによって短時間で玉ねぎの辛み成分と水分が飛び甘くなるからです。焦げないように時々混ぜましょう。5分経過しました。水分がまだまだ出てきます。なので少々強火を続けてもすぐには焦げません。時間短縮のためこの火加減であと5分ぐらい炒めます。炒め始めて10分が経過しました。ほら、水分が出てきませんね。玉ねぎの水分が蒸発した目安です。ここで火を弱火にして焦げないよ
混ぜながらさらに炒めていきます。はい、20分経過しました。混ぜると重たいです。これくらいの質感になれば完成です。このまま食べても甘くて美味しいです。玉ねぎを一旦ボウルに移します。余ったら冷蔵庫で保管もできます。手作りのドレッシングとかいろんな料理に使えて便利です。次に鶏肉を炒めていきます。まず塩、胡椒をまぶして揉み込みます。サラダ油をひいて炒めていきましょう。後で煮込んでいくので中が少しくらい赤いうちに取り出します。油には鶏の旨味が凝縮されているのでこのまま捨てずにホールスパイスを炒めるのに使います。鶏の油に少しサラダ油を足してスパイスを焦がさないよう絶対弱火にしてください。ホールスパイスを投入。スパイス全体が油に浸かるようにフライパンを傾けて熱していきます。3分後、スパイスから泡が立ち始めると一気に香りが広がっていきます。ここまで来たら火を止めてあと2分くらい余熱で香りを抽出していきます。ホールスパイスを取り出してこの香り油に玉ねぎを投入します。次に鶏肉、そしてトマトジュース 500ml ぐらい入れます。そして沸騰するまで煮込んでいきます。塩で味を調整します。この塩加減がかなり重要なので最初から入れすぎないようにしましょう。味見をしながら
塩を加えていきましょう。うまい。必ず火を止めてからパウダースパイスを数回に分けて加え混ぜていきます。一気に入れると混ぜムラになるからです。2回目。3回目。隠し味でおろしにんにくと生姜を適量入れます。最後に七味唐辛子を入れて出来上がりです。玉ねぎ、鶏肉のうまみとスパイスの風味がよくなじんですごく美味しいです。